黒ずきんの目次へようこそ。1年間にわたり、かれこれ20本近くの動画をアップしてきた白木森シリーズが、OCG の方でようやく完結を迎えたと思ったら、今度はマスターデュエルから声がかかってしまいましたね。アステーリャを残した白木森の4人がその魂を抜かれ、元の器は操り人形となってしまったテーマ、アザミナと、財宝となってしまった彼女らの魂を追い求めるべく、財宝狩りがたどり着いたスネークアイ。白木森から始まったそんな財宝ストーリーの軌跡を、展開の過程でもなぞるエモデッキが組めるようになったので、今回紹介したいと思います。黒ずきんの目次では、白木森を保管してくれる様々な構築、展開について紹介した動画を数多くアップしています。おそらく YouTube 一白木森について取り扱っているチャンネルだと思いますので、動画説明欄の再生リストからぜひ他の動画もチェックしてみてください。これから白木森を触るよという人は、マスターデュエル用に制作した新白木森の教科書を、アザミナがまだわからないのでカード解説からしてほしいという方は、こちらの2つの動画にて詳しく解説しています。動画説明欄にリンクを載せておきます。目次です。2章だけにてお送りします。タイムテーブルとデッキレシピは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章構築の紹介。今回の目玉は何といっても、白木森のリゼットがアザミナ化した姿、白木森のアザミナリゼットで、丸1効果により、自身を含む白木森はアザミナモンスターを手札から SS でき、丸3効果でシンクロ素材になった場合に、財宝の欺きをサーチすることで、口述のアザミナ展開へつなげることが可能です。このカードの登場により、リゼットが魔法罠コスト1枚からでもしっかり展開の伸びる初動兼貫通札に、シルビーに至ってはなんと完全1枚初動になりました。これにより、白木森初動の優先順位は、シルビー、リゼット、誘発受けの悪いアステーリャの順に逆転。構築にもよりますが、初動が足りているようであれば、これからの白木森では真っ先にリストラ候補となります。OCG ではアザミナリゼットの登場まで半年の空白期間があったため、僕も試行錯誤してたくさんの白木森デッキを考案していたのですが、マスターデュエルではその回虚しく短い命でした。強いて言えば苦手な泥場を打たれた場合でも、シルビーリクルートからの災いなリサーチで耐えられたり、口述の財宝の欺きのコストにしたい白木森モンスターであるというメリットはあります。話をアザミナリゼットに戻しましょう。彼女にはもう一つ、アザミナ融合モンスターを融合召喚する起動効果もあります。手札フィールド融合のため消耗が大きく、加えてエクストラ枠も圧迫するので、今回は不採用となっていますが、黒シープのリンク先にアザミナを融合召喚することで、シンクロ素材となったアザミナリゼットを蘇生し、本来財宝カード2枚を要求するはずの聖アザミナを正規の方法で融合召喚することができます。詳しくはこちらのアザミナ白木森の動画を参照ください。シンクロ素材となったアザミナリゼットから財宝の欺きをサーチすることで、この先にはもう白木森へは帰ることのできないアザミナ展開が待ち受けています。アザミナについて簡単に解説すると、初動がこちらの欺き3枚、ノイズが融合魔法である聖なるアザミナの1枚のみで、手札場に1体分のモンスターコストさえいれば、召喚権を使わずに万能無効効果持ちのアザミナレアシルビアを立てつつ、黒魔女ディアベルスターから現在法スネークアイに触ることで、スネークアイ展開につなげることも可能です。ノイズが少なく制約もなくなり、おまけに炎属性レベル1展開までできるようになった勇者出張と考えると分かりやすいでしょう。これが12期パワー。
そんなアザミナの初動である欺をアザミナリゼットを用いて白木森展開の途中に触れるようになったわけです。通常の白木森デッキでは欺のモンスターコストが重く、アザミナから展開が伸びるわけではないため、安易に複数積みできるカードではないですが、今回は黒魔女ディアベルスター含め召喚権を要さずにスネークアイ展開につながる初動剣貫通札ですので、優先的に採用したいです。またアザミナ展開のみであれば SS 回数が少なく、まどろみの財宝モーリアンを採用することでアザミナレアシルビアと合わせて2妨害になるため、 G やフアロスを投げられた際の妥協展開もできます。スネークアイについてはマスターデュエル勢の方もよく知っているテーマかと思いますので、解説を省略させていただければと思います。以上が構築の紹介です。アザミナとこのデッキのルートについての理解をなんとなく深めたところで、実際の展開を見ていきましょう。第2章展開の紹介。展開の上流となる白木森書道による2パターンの展開を紹介します。欺や黒魔女、かがり火書道の場合であっても、スネークアイ展開を目指すという着地点は変わらないため、白木森、アザミナ、スネークアイという流れだけ覚えておけば難しいことはありません。まずはシルビー書道の展開。サーチしたアザミナリゼットを自身の効果で SS し、シンクロ素材とすることで財宝の欺をサーチしましょう。ヨーマディアベルに行かずに魔性ルシエラを欺のコストにし、アザミナ展開です。アザミナ展開のより詳細な解説が欲しいという方は、冒頭でもお話ししたアザミナ白木森の動画を動画説明欄からチェックしてみてください。墓地のシルビーを蘇生してバロネスを立てることで、その後の展開のニビルケアが効くのがアザミナ出張のいい点です。聖なるアザミナチェーン1、財宝狩りの悪魔チェーン2と組むことで、ディアベルスターをサーチしつつ融合召喚できるので覚えておきましょう。余談ですが、 OCG で先日登場した断罪のディアベルスターがマスターデュエルにも上陸すれば、財宝狩りから彼女をサーチして聖アザミナの融合召喚もできます。ここからはよく似たスネークアイ展開です。ここでトガ姫を作ってもいいのですが、マスカレーナ経由でエルフを作り、アザミナリゼットを蘇生。セレーネからはシルビーを蘇生することで、再度魔性ルシエラをシンクロ召喚でき、展開の頭でコストが足りずサーチできなかった災いなりをここで構えることができます。バックの妨害を残しづらいスネークアイの盤面に災いなりを残せるのは大きいです。最終盤面は2素材アポロウーサ、バロネス、シルビア、マスカレーナプラス先ほどのマローシルビアによる計7妨害。続いてリゼットプラス魔法罠コスト書道の展開。シルビー書道とほぼ同様の展開ですが、展開の頭で魔性ルシエラから災いなりをサーチできるほか、
ヨーマディアベルの墓地回収で黒魔女のコストを確保できるため、財宝狩りによるワンドローもついてきます。スネークアイズフランベルジュドラゴンの効果でヨーマディアベルを埋め込み、相手ターンに邪眼神殿の効果で展開することで、さらにもう1妨害追加できます。最終盤面は2素材アポロルーサ、バロネス、シルビアプラス先ほどのリトルナイト、2回のマローシルビアによる計8妨害プラスワンドロー。大きなパワーアップを果たした白き森。来月はデュエリストカップが開催されるようですので、ぜひこちらの構築で結果を残してくださいということで、12期の締めくくりも兼ねて、1年間にわたり続いた黒ずきんによる白き森シリーズ、ひとまず閉じさせていただこうと思います。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。